やばい。見て、やばいの。1万だよ。ということで、インスタのフォロワー様がなんと1万人になりました。信じられないです。1万だって桁がさ、もう違うもん。やばい、本当に信じられなくて、今日なったの。今日11月の何日、11月の7日になったんです。でマジでびっくりしてて、もう緊急でもう撮りたかった、ずっと YouTube やりたかったんだけど撮ってます。なんか私がイラストを始めたのは8月の夏休みの時なんだけど、その時にイラストのインスタグラムをまた新しく始めようと思って、その時は学生イラスト日記っていう名前で、まだ名前も決めてなくて、私の好きなテイラー・スウィフトあるあるの動画を出したんだけど、イラストってすっごい時間がかかるんだけど、自分の考えを発信できる場を作りたいなと思って、インスタグラムのフォロワーが1万人になったら YouTube を始めようってずっとイラスト始めた時から思ってて、でそれはまあ来年くらいかなと思って、まあ何にも心の準備もマジで何もしなかったんだけど、ついに1万人になったから、この度 YouTube を開設することになりました。じゃあまずはじめに私の自己紹介をしていきます。で、私の名前はハンナです。ハンナっていうのは、いやでちょっと読むね。ハンナっていう名前には意味があるんだけど、ヘブライ語で恵みっていう意味があって、私もみんな私の絵とか存在、考えとか、ちょっと待って、私の絵とか存在とか考えとか発言とか何でもいいんだけど、私が発信してる何かによって見てくれてる人が幸せで意味のあるものになってほしいなと思って、ハンナっていう名前にしました。で、ファンネームもあるんだけど、ファンネームはビージーって言います。まずこのビージーの B はちょっと待って、 B っていうのは8じゃん。で、みんなも私の作品を見てくれてるみんなが8のように受け取った愛や幸せを誰かにあげてほしいなと思って、だから私が届けた愛をみんなが誰かに渡して、その渡した誰かもみんなに渡して、みんな愛が幸せがどんどん続くようにっていう感じで B にしました。で、ビージーちゃんたちには3か条っていうものがありまして、みんなに伝えたいなと思って、1つ目は Be lovely。 これは愛らしくっていう意味で、自分への愛も忘れずに、人への愛も忘れずに愛らしく生きようねってことで Be lovely にしました。2個目は Be sexy。 このセクシーっていうのはなんかちょっと性的なっていう意味じゃなくて、魅力的っていう意味で私は使ってて、セクシーって日本語で言うとちょっと変な感じに聞こえるかもしれないんだけど、私は魅力的っていう意味でセクシーをよく使うから、みんなも魅力的でいてほしいなと思って、私の投稿で魅力的にもなってほしいし、もうみんなも見ることで自己肯定感も上がってほしいから Be sexy にしました。3つ目 Be worthy。 ちょっと発音間違ってるかもしれない。価値のあるっていう意味で、自分への価値を忘れないでねっていうことで Be worthy にしました。で、この3つ Be lovely, Be sexy, Be worthy、 この3つを BG ちゃんたちと一緒に育てていきたいなと思ってます。これは私が生きる上で大切にしていることで伝えていきたいことです。だからみんなもこれをちょっとでも思い出してくれたらいいなと思って、そういうことでこの3つを考えました。私がイラストを始めたきっかけを簡単に言うと、私はもともと美術系の学校に進学していて、中学の頃からずっとそういうイラストのことについてやりたいなって思ってて、高校でも美術系デッサンとか
平面構成とかもちょっといろいろあるんだけど、そういうことをやってて、今は美術系の専門学校に通ってます。そうでイラストがずっと好きで描きたいなと思って、で昔も描いてたの。高校生の時も実はイラストのアカウント持ってて描いてたんだけど、もうマジでやる気なくて、本当になんか突然描きたくなって描くみたいな感じで、なんか描かなきゃみたいな、全然描いてないしそろそろ描かなきゃみたいな、すっごいやる気なかったの。だから全然フォルダも伸びてないし、絵柄も超コロコロ変わってて、本当に自分の好きなようにやっててから逆に見てくれた人ありがとうって感じなんだけど、専門学生18歳になってそろそろ将来について決めなきゃと思ってでいろいろ考えて、やっぱり私はイラストで食べていきたいと思ったから本気でイラストをやろうと思って、とりあえずインスタを開設して、で最近 TikTok ってすっごい伸びるじゃん。だからでなんか昔漫画っぽいのも描いてたのね。なんか面白い感じのこともやってたから、面白い系と私の好きな可愛いやつを一緒にやったらどうかなと思って、それで私はすごいテイラー・スウィフトが大好き。私はスイフティなんですけれども、みんなも知ってる通り本当に洋楽とか海外セレブとかマジで大好きで、私の趣味とやりたいことを一緒にやったらいいやつできるかもって考えて始めて、8月の私の夏期講師の時に始めたの。そしたら突然繊維について待っていけるかもと思って、そこからどんどんテイラーの投稿とか洋楽とか他にも私がいっぱいやりたいことを私の絵とか考えを通して伝えてきて、そしたらどんどんびっくりするくらいそのスピードでどんどんフォロワーが伸びて、1ヶ月経った時に9月にインスタのフォロワーが1000人になった。マジでびっくりした。私は本当に年内1000人ぐらいの気持ちでいたから、伝わるかなって本当にゼロからやって、友達にも本当に限られた人にしか伝えてないから、本当にゼロからだったから不安だったんだけど、見てくれる人が増えて DM とかもくれる、本当にありがとう。マジで読んで DM とかもみんなくれて、本当にマジで嬉しいの。本当に嬉しい。それで今このハンナとして活動を始めて、8月だから8、9、10、2ヶ月半でインスタのフォロワーが1万になった。やばくない？ちょっと待って、本当に伝わってるか分かんないんだけど、マジで興奮してる。1万なんて考えらんない。私のリアルの本当に知り合いしかいないアカウントでさえまず2、300人くらいしかいないの。本当に狭くやってきたんだけど、1万とか聞いたことなさすぎて本当に驚く。最近はなんか TikTok から見てくれる子もいるんだけど、インスタのなんか発見みたいなところから見てくれる子もいて、私のファンじゃない人にも届いてる私の投稿が。マジで嬉しい。いろんな層に見てもらえることができて本当に嬉しい。だからこんな活動やっててよかったなって思ってるし、これからどんどん他のことにも挑戦していきたいし、自分のイラストもどんどんみんなに伝えていきたいなと思ってます。いやこれから言いたいこと簡単に言うね。まず YouTube、 これ私の考えをいっぱい話していきたいから、ポッドキャストみたいな感じでやりたいなと思ってる。他のやつもやりたいけど、一旦そう話す感じでやりたい。2個目、プロの方と仕事してみたいと思って、出版社とか広告とか何でもいいんだけど、私はまだその域に達してないのでちょっとストリートで頑張ってるんだけど、これからは出版社とかにも行きたいし、そういろいろ資料送りつけたいの会社に。だからその様子とかも YouTube で配信っていうか YouTube で上げれたらいいなって思ってる。そう3つ目はイラストの依頼を受けようと思ってて、まだ日にちは決まってないんだけど、優勝依頼は普段受け付けてないんだけど、そう今度やろうかなと思ってるから、みんなよかったらお願いします。4つ目はみんなで話せるコミュニティを作りたいと思って、 YouTube でもいいんだけど、なんかね絶対みんな友達になれると思うの。だから私の投稿する内容ってすっごいなんか狭いじゃん。狭い、なんかピンポイントでやってるからマジで全員趣味合うと思う。だからもうなんかみんなが友達になれるようなコミュニティを作れたらいいなと思って、そうだからそんな感じかな。とりあえず私はアーティストとして成功したいって
思って、18歳だけどまだ頑張ってるから、みんなも頑張って一緒に頑張ろう。一緒に頑張りたい。みんなと一緒に頑張りたいから、そう頑張りましょう。じゃあバイバイ。やばいどうしよう。